に住んでる？宮に住んでいます。宮に住んでる。お店の名前とメニューに惹かれて入った定食屋さん。アジフライにしよう。山盛りキャベツがいい仕事をして濃い味のおかずと白米をつなぎ、お箸が止まりません。お店の名の通り、今まで食べた中で一番美味しかったです。今回の動画は街角散策シリーズ、東京渋谷区。もともと陸軍の訓練場だった場所に、全国から約10万本の献木を集めて作られた人工林といえばあの場所ですよね。今日はいつもと違うルートで行きます。ここから入るの初めて。そうだね、こっち側。北参道に降りたの私初めて。日本三大神宮の一つ、明治神宮。ここから歩きます。明神鳥居をくぐると、参道を歩く人たちは自然と両端へ。真ん中が石の道になっているからでもありますが、中央は神様が通る聖柱とされていて、今もそこを避けて歩く人が多いそうです。久しぶりに来て、今参拝している人の多くが外国の方たちでした。この木のこと皆さん知っていますか？ここ写真撮ろう。ネオトクス。手をつないでいるように見えることから、明治天皇と皇太后のお二人にちなみ、夫婦円満の木として有名だそうです。園内にある明治天皇が昭憲皇太后のために整えられた場所、明治神宮御苑。当時の皇太后は体が弱く、庭園を歩いて運動できるように花菖蒲をたくさん植えて、景色を見て休める角雲亭を明治天皇が作ってあげたそうです。優しいですね。これなんだ。お花の名前なんだ。かつてパワースポットとして話題になった清正の井戸。都会の中では珍しい湧き水。今も静かに湧き続けています。原宿駅2階にあるサルタヒココーヒーで一休み。ここでコーヒーを一杯飲んで、外の景色を眺めながら作業する人も多かった。
この時は3月で可愛いお花が咲いていて春を感じる代々木公園。21度。ワンちゃん好きの私には嬉しい場所。緑に囲まれジョギング、サイクリング、ピクニック、いろんなアクティビティができ、都会にいながら開放感を感じられる。ワンちゃんも人も楽しそうに過ごしていて、近所にこんな公園が欲しいですね。何するの？飲めばいい。海じゃー。言ったでしょ。気づけば6月、落ち着いた空気が漂い、ゆったりとした時間を過ごせる大人の街、代官山。昭和後期から平成初期まで約30年かけて少しずつ育てられ、本屋さん、セレクトショップ、レストランなどなど、今では代官山を代表するエリア、ヒルサイドテラス。都会の中の別荘を思わせるアイビープレイス。食事をするだけではなく、大人たちが集まり語り合う時間を作るために生まれた場所。パンとオリーブオイルだけで。パン久々。いただきます。美味しい。蜂蜜かメープルシロップが選べるミルクバターパンケーキ。メインは魚のグリルをシェアして少しヘルシーにしたので、デザートでカロリー摂取します。めっちゃミルキー。もともとお茶が大好きなのですが、お水の代わりにいただけるアールグレー系のアイスティーが美味しくて4杯もおかわりをしました。人気店なので事前予約がおすすめです。お腹だけじゃなく頭も満たしたい。本の背表紙や手元のページにそっと光が落ちる。その明るさが急がなくてもいい気分にしてくれる。ここならお気に入りの本に出会えるはず。
通りから少し奥へ進むと驚くほど静かな空間が現れる。ここが大正時代の面影をそのまま残す旧朝倉家住宅。都会の真ん中とは思えない豊かな緑と美しい日本庭園が広がっている。ただ静かに四季の移ろいを感じることができる。ヒルサイドテラスの敷地内、コンクリートの建物の奥にひっそりと佇む小さな森。ここは1400年前の古代の王が眠る猿ヶ塚古墳。この町の名前の由来にもなった歴史ある場所。ホームに滑り込んできた電車に揺られて、次は渋谷へと向かいます。渋谷の人混みは苦手だけど行きたいところがあります。人生の先輩から元気をもらえる場所。活気にあふれる渋谷駅から少し歩いて、そこだけ時間がゆっくり流れるお店があります。迎えてくれるのは平均年齢73歳の元気なおじいちゃんとおばあちゃん。楽しいね、ここ。すごい優しい気持ち。ユニークな名前の本格的なお茶と温かい笑顔。どこか実家に帰ったようなほっとする時間を味わってみませんか？私たちが好きな渋谷いかがでしたか？皆さんは渋谷のどんなところが好きですか？よかったらコメント欄で教えてください。それではまた次の動画でお会いしましょう。